強いやつと旅に出る。こんにちは、トバログです。今回はですね、こちらペリカンエアーの1615っていうモデルのスーツケースを購入してしまいました。もはやスーツケースっていうよりかはロケ用のなんかハードケースというか、カメラマンとかね、そういう人ががっつり使っているようなアイテムなんですが、今回これを新しく旅のお供として迎えたので、今回はちょっと開封しつつどういうものを持ち歩くのかみたいなのを紹介していこうと思います。それでは早速行ってみましょう。よいしょよいしょ。はい、というわけで早速開封していきます。スーツケースを開封するなんていうのあんまないと思うんですけど、ちょっとパッケージが結構かっこよくて、こんな感じでなんかちょっとメカメカしい感じとかがこのパッケージにも現れてて、なんかこだわり感じるなっていうところで、今回開封からちゃんと取っていこうと思います。ググググググイ、よいしょ。じゃんじゃん。おー、でかいでかい。おー、でかっ。でかいです。こんな感じで、これがペリカンのエアー1615ですね。こういう感じでちょっとね、武骨な業務用感があるところなんですが、しっかりとね、プラスチック製なんだけどめちゃくちゃ頑丈なケースっていう感じですかね。ペリカンケースを知らない人も多いと思うんですが、こんな感じでね、軍用ミリタリー系のなんか武器とかそういうのしまったりするのとか、あとジャングルとか結構過酷なロケ地で取材をするクルーの人とか、そういう人たちに愛される、カバンっていうイメージですかね。防水防塵を備えていて、対衝撃性もめちゃくちゃ高い。なんかね、これとまた違うラインなんですけど、爆破されても壊れないっていうところで、海外で使うってなるとやっぱ海外だとね、スーツケースぶん投げられたりとかもかなりあるから、ちゃんとカメラを保護してくれるっていう意味でこれを使っていくっていう感じです。で、今までね、この1535っていうちっちゃいモデルを使ってきて、これがね結構カバンの中身取材とか、安全にカメラを持ち運びたい時にすごい重宝してたんですよ。こんな感じで、中にねこういうフォームというか、こういうケースとかも購入して使っていたり、あとはこの中にねこういうの自分で取り付けてポケットとかつけて使っていたんですが、やっぱどうしても機材が最近ちょっと動画撮影に凝って増えてきてしまっているっていうのもあるし、これ今機材しか入らないんですよね。で、旅行に行く時にやっぱこういうタイプのスーツケースと、あと服とガジェットもたくさん持ってくんで、そういうのをいっぱい持っていくってなると容量的にちょっと小さくて、機材も入れつつ、着替えとか生活用品とかお土産とか、そういうあらゆるものをね一つのスーツケースにまとめていきたいっていうところで、この1615を購入したっていう感じです。という感じで、一応ねこの1615のスペックまとめるとこんな感じです。スーツケースのスペックまとめるのって意味あんのかって感じなんですが、一応ガジェット的な感じなので、特筆すべきは重さかな。やっぱり預け入れてなると23キロとか26キロ制限があったりするので、実質中に入れられるのは20キロぐらいまでかなって感じです。このケース強いのが気圧とか、あと防水防塵的な性能も優れてますね。ちょっとここを見ると、ここにバルブみたいなのが備わっていて、ここでね空気圧の調整をしてくれるし、だけど水は侵入してこないみたいな強さがあります。ちょっとこんな感じで中を開けてみると、中はすっからかんですね。こういうねフォームをこうやってね入れたりするパターンもあると思うんですが、僕の場合服とあとカメラをねそれぞれ持っていく形、この中に入れていく形なので、中身は空の状態にしています。で、こうやって横を見ると、ここがちゃんとね防水のシーリングになってるんですよね。で、ちゃんとこうカパッとね閉じれば、もう水に30日間とか放流されても全然中身が濡れないレベルで完全に防水してくれるので、例えば他のスーツケースとかで持ち込んだワインとかお酒とか液体物が割れて中に入っているカメラとかが濡れちゃうみたいな事件が起きそうになっても、これだったら完全にねもう防いでくれます。
サイズに関してはエアーの場合はおそらくこれと、あとこっちか、あとこれまで使ってきたこの1535の2つかな。サイズに関しては確か2個の展開で、カラーに関しては5色6色ぐらい展開あるのかな。なんか国によっても結構違うし、リミテッドバージョンみたいなのがあるっぽいんですけど、 Amazon で確認したところ購入できるのは4色展開でした。細かいディティールを見ていくと、ここに鍵タスロックとかをカシッて入れる鍵穴がこことここに1つずつあって、こうやって横にも持てるようにここにもグリップがついてるハンドルがあります。でネームカードみたいなのをつけるところで、空気圧のバルブで、一番ねスーツケースとして使うために大事なのがキャリーだと思うんですが、キャリーは割と簡易的です。これは結構いろんなスーツケースとかでかいのを使ってる人とかからするとね、ちょっと不安要素かもしれないんですが、このサイズでキャリーがこことここの2輪なんですよね。4輪ないとこうやってね自分の横に置いてできないから、結構長時間のコロコロだと疲れるかもっていうところで、実際に1535と1615並べてみるとこんな感じです。兄弟みたい可愛い感じがあって、これも割と重たいけどしっかりこっちだとね重量感じる 6.4 キロなので、実際に僕が持ってみた印象としては、よいしょ、こんな感じ。横でこう持つことはほぼないと思うんですが、階段を上がるときはこういう感じでこうしっかり持って、でここですよね、問題は。ガシッとここが、結構な高さになるね。でもなんかだいぶ持ちやすさはある気がする。こういうタイプだと結構足が当たるってことがあるんですが、このサイズ感ならなんか足が歩いてる時にぶつかるってこともそんなになさそうな気がする。ちなみにこれまで愛用してきてる1535だと結構ね、この足とここの距離がさ結構近いんですよ。なのでこういう頻繁にガシンガシンって当たってたんですが、1615はそんなことないかも。当然1615の方が長さがあるので、足がねちょっとぶつかる心配は少なそうですね。いいわ。なんかこのサイズいいな。このサイズいいですね。意外とキャリーの大きさは同じです。なんかいいですね。それぞれ国内用で海外出張、飛行機乗ったりする時用みたいな感じで、これプラスこういう系とかこのリュックに忍ばせて、これは機内持ち込みで、こっちが預け入れみたいな使い分けができそう。いいです。はい、でちなみに価格なんですが、日本にはねいくつか確か代理店があって、すごい大手のところだとやっぱり高いです。保証の問題だったり輸入コストとかいろいろ乗って13、4万円ぐらいしてきてしまうんですが、僕の場合 Amazon で購入しているので7万3000円ぐらいだったかな。もっと探せば楽天とかで並行輸入品安いところあると思うんですが、一応国内が代理店になっているところで購入しているはず。結構こういうスーツケースって壊れるときは壊れるし、あとこの場合単体でパーツとかも売ってたりするので、国内保証があったとしても、料金はかかるから直せるところは自分で直しつつ、半額で買えるなら一旦これ買っとこうかなっていうスタンスですかね。こんな感じで、実はあさってから早速海外取材があるんですけども、それに向けて今からちょっとねパッキングの準備をして動画の続き撮っていきたいと思います。はい、というわけでパッキングがね完了したので見ていきたいと思います。結構良くないですか？こんな感じでガバッとね、この1気質であることで結構深さを出して重ねながら収納することができていい感じです。今回1週間の海外取材旅なんですが、中身はこんな感じです。ざっくりと紹介していくと、衣類系ですね。1週間分のなんか向こうで使う衣類、こういう風にまとめていて、ちょっとした雨具、傘とか、あとは防水のジャケット、そして現地で使うハーフデイバッグ、ちっちゃめのカメラとか、Vlog カメラとかそういうのを忍ばせて移動するやつ。バックパックにも入れてるんですが、ホテルで主に使う用のデカめのね充電器類とかケーブルをこの中にまとめていて、あとは生活用品ですね。こんな感じでコーヒーとか歯ブラシとかなんかそういうのが入っています。
カメラ用の充電器とかアクセサリーをまとめたり、あとは首から下げるアクションカム下げるやつとか、これが一番大事なんですが、取材道具たち、三脚とか一脚みたいなのをこの中にひとまとめにしています。詳しくは前にねこんな感じで動画を撮っているので、ぜひ参考にしてみてほしいです。あと今回めちゃくちゃ簡易的なんですけど、ジンバルをねこっちに入れています。ジンバルだいたい機内持ち込みしてたんですが、なんかこれ R4 ミニに関しては内蔵バッテリーなので、さすがにかさばるからスーツケースかなと思い、この中に入れています。予備のカメラ、バッテリーを抜いた α7C2 と、あとレンズですね。あんまり多分ね預け入れに入れとくのは良くないんですけど、ちょっとメインの荷物がなくなっちゃった時とか、そういう時に一応ねあった方がいいと思うので、サブのカメラとして持っていきます。で今ねこの動画で使っちゃってるんでないんですが、照明とかこの辺に入れて、これでレンズでポコッとまとめて入れていく感じですね。で一応ね追跡とかしたいのでエアタグがあるとやっぱねある程度いろいろ安心感が違いますっていうところで、この状態からまたパコパコと入れていくと、はい、これでパッキング完成。はい、というわけで実際にこのスーツケースを海外の出張で使ってきました。この間ねちょうどこの Galaxy Z Fold 8の動画たくさんアップしてると思うんですが、これの撮影取材でイギリスに6日間ほど行っておりました。実際に使った感想をちょっと紹介していければなと思っています。いやまずねやっぱ使ってみて思うのが安心感が段違いですね。これはペリカンのブランドっていうのももちろんなんですけど、やっぱりねすごく硬くて潰れにくくできてると思うんですよ。今まで僕が使ってきたサムソナイトのコスモライトっていうスーツケースだと、ちょっとねこのひしゃけるというか、このスーツケース自体が結構柔らかかったので、その辺中に入れてるものが、服とかだったらいいんだけど、ちょっとね機材とかだと心配だったんですよね、その辺が。結構飛行機の預け入れ荷物って場合によっては本当にね海外とかだとぶん投げられてね飛行機の中に入れられたりとか出されたりもするし、あとは結構ね何段にもスーツケースを重ねられるので、結構ね圧に強くないと、中の精密機器というか、三脚みたいなやつだったりちょっとしたライトとかそういうのがね、ちょっと壊れちゃうんじゃないかっていうね心配があったんですよね。実際にそれで壊れたことはなかったんですけど、やっぱり海外出張でもう1回しかないみたいな、これで機材が壊れたらまたなんか現地で買いに行くこともできないしっていう時に、やっぱりそういうねちゃんとしたケースがあると、海外取材もちょっと安心感違うなっていう感じがしますね。でそして良かった点2つ目は、荷物の出し入れはすごくしやすかったですね。見ての通りこんな感じでパカッとね両側に開くんじゃなくて片面だけ開く形なので、中身のねこの収納が1気質なんですよ。なので、そこで結構深さもあるから、なんかフットプリントが大きめな機材とか、なんか三脚みたいなね結構塊みたいなのを入れるってなった時にすごく出し入れもしやすいし、厚さがあるものでもね入れやすいっていうところがやっぱり取材みたいな時にはすごく良かったですね。ちなみに余談でオプションでねこの蓋の裏にくっつけるためのこういう収納みたいなのも売ってるんですよね。ちょっと高めなので今回購入するかちょっと迷って買わなかったんですけど、これがあれば例えばケーブルとか、ちょっとしたカメラのメンテナンス道具とか、なんか、向こうで使う AC アダプターとかね、そういうのをこっちの蓋側に収納することができるので、ちっちゃめのポーチたくさん持ってかなくてもいいから、これちょっといいなみたいな思いました。やっぱ旅行中ってポーチ細かく分けすぎるとどれに何を入れたか忘れちゃうんですけど、これでパッとね開くことでなんかコックピット感というか、そこに全部が詰まっていて全部ね一覧して見えるようになってるとすごく楽だなと思って、これはちょっと買おうかなと思っています。そんな感じですかね。あとやっぱかっこいい
見た目がすごくかっこいい、強そうっていうところがやっぱメリットの一つかなと思います。結構やっぱそういう用途とか海外だとリモアのスーツケースとかが選ばれると思うんですけど、またそれとは違ったかっこよさみたいなのがありますよね。なんかアウトドア感というかミリタリー感というか、本当に機材を持ち込んでるんだっていうね、そういう感覚もあるので、この見た目っていうところも個人的にはすごく好きなポイントだったりします。はい、実際に今回使ってみてここはちょっと気になるかもっていうところもあるので紹介しておくと、まず一つが重さですかね。体重が7キロ近いので、中に入れられる荷物とか容量制限とかを考えると結構重たいなと思います。実際僕普段ねコスモライトっていう3キロ台後半ぐらいのスーツケースをいつも使っていたんですけど、それと比べると倍ぐらいの重さになってしまうので、例えばなんか1週間分の荷物とか、あとちょっとした機材とかをガシガシ詰めていくと、今回23キロ制限の飛行機だったんですけど、それだとちょっとオーバーしちゃう感じでしたね。25キロぐらいにはなってしまっていたので、27キロ制限の、飛行機とかだったら大丈夫だと思うんですが、その辺の容量管理が割とシビアになってくるっていうところが、結構大変かなと思います。ただ車で移動する人とか新幹線の移動とか飛行機の移動を伴わなければそこまで気にならないとは思うので、その辺は強さとのトレードオフかなっていうところです。続いてこれ結構大変だったんですけど、機動性ですね。機動性に関しては、キャスターが見ての通りすごく小さいし2輪しかないので、結構大変でした。これに関しては今回ね空港に行くまでにこうやってねコロコロ転がしながら公共の交通機関を使って行ったんですけど、コロコロが結構ちっちゃいからバンバンバンってすごいガタガタアスファルトでも音が鳴っちゃうし、あとはこんな感じでねずっと斜めにして持たなきゃいけないので、ずっと体勢がこうなっちゃうんですよね。なので行きの時点でちょっとこの辺筋肉痛になっちゃったりして、重さが結構ある分かなりここはね機動性はそんなに高くないなと思います。これちょっと当たり前かもしれないんですけど、やっぱアメリカのスーツケースというかケースメーカーっていうところもあって、やっぱねコロコロ移動しながら20分ぐらい歩くとかは全然多分想定されてないと思います。本当になんかサブ的な感じで、基本は車で移動してターミナルではカートで移動してっていうね用途のケースだと思うので、その辺もし購入を考えてる人で都内とか電車とかを使ってねスーツケースコロコロ転がしながら空港まで行く予定の人とかはちょっとその辺はかなり大変ってことは知っておいた方がいいかもしれないです。で気になる点、気になるってほどでもないんですけど、3つ目としては小物とかなんかちょっと中身にあるものを取り出したいっていう時にちょっとめんどくさいですね。見ての通り5箇所のロックがあるのと、しっかり寝かせた状態じゃないと開けられないっていうね仕組みの、ケースなので、一回例えばバッテリーの予備のやつこっちだったわっていう時は 1,2,3,4,5 って5箇所のロックを外して、で横に倒した状態でバカッと開けてね中身を取り出す必要があるので、その辺は普通のスーツケースよりもちょっと取り出しにくいかなと思います。普通はファスナーなのでカチッてロック解除したらこの辺から手入れるとなんか取り出せたりするんですが、そういうのは全くないですね。この辺はスーツケースではなくてあくまで機材ケースというところでトレードオフなんだなと思っていますという感じですかね。これからもっといろいろ使い込んで、カスタマイズしていきながらね、使っていこうと思うので、一旦こんな感じで、今回紹介は終わりにしようと思います。はい、トバログではこの動画の他にもガジェットのレビューとか、あとちょっと前にね台湾のカメラマンの人の機材紹介みたいなカバンの中身も撮らせてもらって、そこでもねペリカンケースの中をカスタマイズして機材持ち込み用にカスタマイズされていたりもするので、そういう動画もぜひチェックしてみてください。はい、というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。